コンピューター音楽の強力な制御能力と、ピアノやギターのようなアコースティック楽器の美しいサウンド。この2つの間に橋を架けることは可能だろうか。本日は、ある世界的ミュージシャン、スティービー・ワンダーが放ったこの歴史的な問いかけの記録から紐解いていきましょう。はい。1980年代初頭の電子楽器の記録を振り返りますと、オシレーターから発せられる、いかにも人工的な合成音が主流の時代でした。そうですね。彼が求めたのは、そうした無機質な電子音ではなくて、本物の楽器に宿る魂、そして音色だったのでしょうね。なるほど。そしてその純粋な問いかけを受け止めた一人の天才発明家によって、音楽の歴史は大きく動くことになります。はい。この二人の出会いが生み出したものは単なる一つの楽器にとどまらないんですよね。サンプリング黎明期の競争を生み出し、さらには私たちの想像を超える思いがけない領域、つまり現代の人工知能の未来へとつながっていく、そんな壮大な奇跡を描きます。資料を読み進めるほどにそのスケールの大きさに圧倒されますね。天才たちの対話がいかにして音楽を変え、そして AI の未来を開いたのか。はい。あなたと共に今回はその記録の終焉をじっくりと追いかけてみたいと思います。本編の探求に入る前に僕たちから一つお願いがあります。はい。こうした技術史や機材の奥深い背景を読み解くこのシリーズ、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。皆様の静かな応援が私たちが次の記録の扉を開くための大きな力となります。よろしくお願いいたします。さて、すべての始まりは最先端の音楽スタジオでも楽器メーカーの開発現場でもありませんでした。1976年に放送されたアメリカのテレビ番組ザ・トゥデイショーの記録にその運命の交差点が残されています。はい。ここに登場したのがレイ・カーツワイルというパターン認識工学の研究者です。このテレビ番組で彼は視覚障害者のためにスキャンして読み取り音声に変換するリーディングマシン読書機のデモンストレーションを行っていました。その画期的なテレビ放送の音声を耳にしたのがスティービー・ワンダーだったのですね。彼はすぐにカーツワイルの会社に連絡を取りまして、なんとこの読書機の最初の顧客となります。行動が早いですね。実はスティービーはこの出会いから数年後、カーツワイルに本格的な楽器開発を打診するまでの間にも、すでにデジタル楽器の世界に強い関心を寄せていました。イームシステムズの回でも触れましたが、彼は当時サンプラーの草分けであるエミュレーターにも深い興味を示して、実際にスタジオで積極的に取り入れていたことで知られていますよね。はい。つまり彼はすでに現実の音をデジタルで取り込み扱うという新しい音楽の形に強い可能性を感じていたわけです。なるほど。しかし彼はさらにその先の次元を模索していたのではないでしょうか。エミュレーターは確かに革新的でした。でもそれはまだ現実の音を記録して再生するだけのアプローチです。おっしゃる通りです。彼が求めたのは音の本質そのものに触れる技術だったんじゃないかと僕は思うんです。その見立ては当時の記録とも見事に符合しますね。スティービーの耳に届いたカーツワイルの読書機が持つ自然な発音の仕組みは、単に録音された声を再生するのではなくて、言語のルールを理解して音声を合成するものでした。なるほど。そこに彼が探し求めていた本質へのアプローチの片鱗を感じ取ったのでしょう。そして1982年、ロサンゼルスにあるスティービーの新しいスタジオ、ワンダーランドに招かれたカーツワイルは、そこでついに先ほどのアコースティックとコンピューターに間に橋を架けられないかという無茶な注文を受けます。はい。カーツワイルは自身のパターン認識の技術を考え合わせ、可能だと断言しました。すごい自信ですよね。こうしてスティービーを音楽アドバイザーに迎え、会社が設立されるに至ります。ちなみにカーツワイルという名前ですが、現在は日本の楽器代理店がカーツウェルという読み方で統一していますね。そうですね。ただ古くからの楽器ユーザーや、あるいは AI 研究の歴史的な文脈では、やはりカーツワイルという呼び方が定着しています。はい。ですのでこの記録の中では昔からの馴染み深いカーツワイルという呼び方で統一して進めていきます。わかりました。ただカーツワイルは文字認識の発明家ですよね。そうですね。彼自身がスタジオでハンダゴテを握ってシンセサイザーの回路を組んだり直接音作りをしたりしたのでしょうか。文字の形を認識する技術がどうやってピアノの音色を作り出すことにつながるのか、あなたも不思議に思われているかもしれません。非常に鋭い視点です。カーツワイルは実務的な回路設計を自ら行ったわけではありません。
あ、やっぱりそうなんですね。ええ。彼は音を単なる波形として録音するのではなく、ピアノという楽器がどうやって音を出し、時間とともにどう変化するかというメカニズムをリバースエンジニアリングして、それをコンピューター上で再構成するというアーキテクチャの根幹を提示したんです。なるほど。録音機を作るのではなくて、楽器の振る舞いを数式化するようなアプローチですね。まさにその通りです。その発想は彼が開発した読書機、つまり文字という視覚パターンを解析し、意味として認識した上で音声に変換するという、パターン認識の考え方を音へと応用したものでした。はい。現実の情報を一度データとして解析し、人間の知覚に基づいて再構築する。これは現代のディープラーニングなど、現実を解析し、モデル化して再構築する AI 的発想にも通じる先駆的な思想です。読書機の発明からそんな深い思想の転用があったとは驚きです。しかし、その途方もない理論を現実の楽器にするためには、膨大なリソースが必要だったはずですよね。ええ、このプロジェクトには約900万ドル、現在の価値にして約3000万ドルとも言われる巨額の資金が投じられました。そしてその巨額の資金をもとに彼の思想を具現化するためのドリームチームが集結しました。どんなメンバーだったんでしょうか？まずソフトウェア開発をリードしたブルース・チコーラス。彼はカーツワイルのパターン認識という抽象的な思想を実際に音として鳴るアルゴリズムへと変換した中核エンジニアです。なるほど。でも、優れたソフトウェアの計算結果を音として出力するには、それを支える強靭なハードウェアが必要ですよね。はい、そこでボブ・チドローラが独自のデータ圧縮と高精度再生を成立させるハードウェア設計を構築したのです。ソフトウェアとハードウェアの両輪が揃ったわけですね。そうです。さらにこれをただのコンピューターではなく楽器として成立させるためにアラン・パールマンがハードウェアコンサルタントとして知見を提供しました。彼は電子回路と音楽的感性を橋渡しする重要な役割を担いました。そして開発後期には、モーグ博士まで参加しているんですよね。そうなんです。彼はこの装置を単なるサンプラーではなくアコースティック楽器の振る舞いの再現する設計思想と鍵盤のタッチに応じた表現力を持つ楽器として高く評価していました。ロバート・モーグ博士のお墨付きがあったんですね。最後にライル・メイズがサウンド面から関与しまして、演奏家としての表現力が徹底的に磨き込まれていきました。これほどのメンバーたちの技術と豊かな感性で彩られ、カーツワイルの思想が掛け合わさって初めて、この途方もないプロジェクトは形になっていったのですね。ええ、思想だけでは音はなりませんし、技術だけでは音楽にならない。全員の力が必要だったわけです。はい。そして開発が進む中、1983年にはスティービーのための特別なプロトタイプが作られています。ええ、これは彼が直感的に操作できるよう、パネルに点字ボタンが配され、触覚で位置がわかるスライダーが備えられていたそうです。パネルを探り、指先にカチッと伝わるボタンの感触や、適度な重みを持つスライダーの感触。はい。これらは単なるカスタマイズではなくて、スティービーの表現力を最大限に引き出すための当時としては極めて先進的なブラインド対応設計と言えます。素晴らしいですね。この特別仕様のユニットは少なくとも5台が製造されたと記録されています。そして翌年、1984年に、ついに一般向けの名機 K250 が出荷されます。そのスペックの記録を見ると、当時の常識をはるかに超えた化け物スペックですね。そうなんです。当時のライバル機が8ビット処理だったのに対し、K250 は出力段階で18ビット級とも言われる圧倒的なダイナミックレンジを実現していました。出力段階で18ビット。はい。独自のデータ圧縮技術と高度なハードウェア演算の賜物ですね。ちょっと待ってください。数字が大きくてすごいのはわかるんですが、8ビットと18ビットって、リスナーの耳にはどう違うように聞こえるのでしょうか？あ、いい質問ですね。当時の8ビットの音は言うなればカクカクのドット絵です。ドット絵？ええ。階段のように荒く、ピアニッシモのような繊細な弱音はノイズに埋もれてしまいます。しかし18ビットになるとそれが高解像度の写真になります。なるほど。写真ですか？鍵盤に触れるか触れないかというような微細な息遣いからハンマーが弦を叩き割らんばかりの強打までスムーズなグラデーションとして表現できるんです。音の解像度が全く違うのですね。ただこの時代、高解像度の音を扱うためのメモリは極めて高価であり、開発陣は設計において厳しい制限を強められていたはずですよね。おっしゃる通りです。その制限を乗り越えるため、メモリ容量とのトレードオフによるサンプリングレートの可変機能を持っていました。へー。
また、ロム音源ではなく、サンプルをロードして使用する方式を採用していました。そして僕が一番驚いたのが、同時発音数の壁に対するアプローチです。K250 の同時発音数は12音でした。はい。そこでカーツワイルたちはインテリジェントなアルゴリズムを搭載しました。インテリジェントなアルゴリズム。ええ。ピアノの長い余韻の中で人間の耳に元のも聞こえにくくなっている減衰した音を優先的に間引き、新しく叩かれた次の音に割り当てるというノートスティール機能です。一番目立たない余韻の端っこにある音をコンピューターが人間の知覚と音楽的文脈を判断して瞬時に間引いていたんです。単純に古い音から切り捨てるのではなくて、人間の知覚の隙をつくような処理が行われていたのですね。ええ。その成果は当時の楽器デビューのエピソードに如実に現れています。出荷後に行われたベーゼンドルファーのグランドピアノと K250 の聴き比べ実験ですね。結果として当時の専門家であっても条件によっては極上のグランドピアノとの区別が難しかったと評価されました。専門家でもですか？はい。当時の専門誌はこの結果を極めて不公平な競争における見事な敗者、アコースティック楽器に肉薄した電子楽器の大勝利を称える粋な表現ですね。誰もが不可能だと思っていた問いに対して、ついに一つの答えが提示された瞬間でした。本当に歴史的な瞬間です。圧倒的なリアリズムを獲得した K250 は、瞬く間に世界中のトップアーティストたちを熱狂させましたよね。名盤の記録にも K250 の名前が次々と登場し、様々な楽曲が一気にこの新しい音で彩られていきます。その波及効果は絶大でした。例えばプリンスは自身のアルバムで K250 によるオーケストラやコーラスの多用し、一人で壮大なシンフォニーを構築するというこれまでにない新たな音楽性を開拓しました。素晴らしい記録ですね。そして何より、生みの親の一人ともいえるスティービー自身の実践的な使い方が当時の記録から見えてきて非常に興味深いんです。ほう。彼の拠点であるワンダーランドスタジオの記録を紐解くと、そこでは K250 ともう一つの巨大なシステムであるシンクラビアが併用されていたことがわかります。ここでシンクラビアについて少し補足しておきましょう。シンクラビアは当時家が一軒買えるほどのコンピューターシステムでした。世界最高峰のデジタルオーディオ環境ですね。スティービーはその絶対的なフラッグシップ機とキーボード型の K250 を対等な機材としてシステムに組み込んでいたのです。それほどまでに K250 の音が実用に耐えうる信頼できるクオリティだったという証拠ですね。1985年に発表されたアルバムインスクエアサークルにおいてはその成果が如実に現れています。はい。それまでのアナログ技術や波形を単純に合成するだけの不器用な初期のシンセサイザーでは表現が極めて難しかった生々しいグランドピアノやストリングスなどリアルなサウンドの多くが K250 によって構築されていた事実が確認できます。まさにテクノロジーと人間の表現力が完全に融合した瞬間ですね。ただ僕がさらに驚いたのはこの K250 という楽器がカーツワイルという開発者の手を離れた後、ユーザーの側から独自の進化を遂げていったという点です。その記録として特筆すべきなのが、後に世界有数の楽器販売会社であるスイートウォーターの創業者となるチャック・スラクの存在です。彼は K250 の内部構造を徹底的に解析し、自ら新しいサウンドライブラリを独自に構築してしまいました。企業から完成された楽器を与えられて満足するのではなく、ユーザー自身の手によって機材の未完の部分が拡張され、新たなツールが構築されていく。そうですね。この歴史は誰もがプログラムを改良し共有し合う、現代のオープンソース文化の黎明を見ているかのようです。しかし技術の開放は常に新たな摩擦を生み出します。現実の音を切り取って自分のものにするというサンプリング技術の急速な普及は音楽界にかつてない表現の自由をもたらしたと同時に大きな法的そして倫理的な競争も引き起こすことになりました。当時の2つの異なる雑誌の記録がその温度差を克明に示していますよね。コンピューター誌であるバイトと音楽業界誌のビルボード。視点が全く違うのが面白いところです。そうです。まずテクノロジー層が読むバイト誌の当時の記録によればK250 のドラムサウンドはフィル・コリンズやトンプソン・ツインズらの協力によって直接録音されたという事実が工学的な偉業として誇らしげに紹介されています。なるほど。限られたメモリの中にいかに彼らのダイナミックな音をデータとして収めたかという技術的な賞賛ですね。ところが
音楽ビジネスの最前線にいる人たちが読むビルボード誌の報道は全く違うトーンでこの事態を捉えていましたよね。その通りです。ビルボードでは、フィル・コリンズらと似た特徴を持つスネアサウンドがサンプリングデータとして市場に広く流通してしまったことで、音の権利をめぐる混乱が各所で起きていたと報じています。はい。他人の演奏した音の波形そのものをコピーして使うことは窃盗なのか、それとも新しい楽器の演奏なのか、法律が技術に全く追いついていなかったのです。誰もがリアルなプロの音を手に入れられるサンプリングの大衆性がもたらしたパラダイムシフトですね。まさに競争の時代でした。そうした激動の時代を経て、カーツワイルのブランドは工学的な進化の歩みを止めませんでした。1991年、彼らは可変アーキテクチャである VAST エンジンを開発し、ここから90年代のデジタルシンセサイザーの流れを決定づけていきます。従来のシンセサイザーは音の通り道があらかじめ決められていました。しかし VAST はデジタル信号を処理する回路そのものの並び順やアルゴリズムをユーザーが自由自在に組み替えることができたのです。なるほど。これにより現実の音響空間を精緻にシミュレートすることも、物理法則を無視した全く新しい楽器の音を生み出すことも可能になりました。その圧倒的な計算能力の恩恵の一つがライブ演奏中の機能ですね。ライブ中に音色を切り替えても前の音の余韻がプツッと途切れることなく滑らかに次の音へと移行できる。今では当たり前の機能ですが、当時の VAST エンジンの技術的恩恵による革命的な出来事でした。そして物語はさらに時を進めます。K250 の誕生から25年という歳月が流れた2010年。舞台はカリフォルニアで開催される世界最大級の楽器ショー、NAMM の会場です。新フラッグシップモデルである PC3K の発表会において、レイ・カーツワイルとスティービー・ワンダーが再びステージで再会を果たします。はい。スティービーは新しい PC3K を前にして即興で鍵盤を弾くという素晴らしいパフォーマンスを披露しました。ここで僕がすごく不思議に思ったことがあります。この PC3K という機材ですが、業界から絶賛された最大の理由は、最先端のシンセサイザーによくあるような全く新しい音色が追加されたとか、同時発音数などのスペックが飛躍的に向上したといった表面的な技術の進化ではなかったそうですね。そこにこのブランドの得意な哲学が現れています。この機材の真の価値、そして世界中のプロフェッショナルから絶賛された最大の理由は、広報互換性にありました。広報互換性。はい。過去15年以上にわたり、ユーザーが K2000 や K2600 といった古い機種で何百時間もかけて作り込んできた音色データという遺産をそのまま新しい PC3K に読み込めるという点だったのです。スマートフォンでもパソコンでも新しいプラットフォームが出るたびに私たちは過去の環境やソフトを捨てることを強いられる。それが現代のデジタル消費社会の常識です。そんな中でこの広報互換性へのこだわりは極めて異質に感じます。カーツワイルはミュージシャンたちが何十年もかけて積み上げてきたプログラミングの努力の結晶であり、彼らの人生の一部ともいえる愛おしいデータを技術の都合で決して切り捨てないという強固なユーザーファーストの姿勢を貫いたのです。最新の機材でありながら過去の記憶を完全に受け継いでいる。南無ショーでのスティービーの喜びに満ちた演奏の裏には、こうした機械と人間の長期的な関係性に対する深い称賛があったのだと読み解けますね。そうですね。アコースティックの魂とコンピューターの架け橋から始まったこの物語ですが、実はもう一つ私たちの現在の生活に直結する極めて重要な到達点を持っています。スティービーの本物の音を出したいという願いを叶えるためにカーツワイルが行った思考プロセスですね。現実の楽器の発音の仕組みを徹底的にリバースエンジニアリングしていく作業。はい。当時の音源開発は単に音の表面を録音する写真撮影のようなものでした。しかしカーツワイルのアプローチは違いました。現実の音の構造を一枚一枚皮を剥くように分解するというよりは、音を構成する要素を数学的な遺伝子として捉え、コンピューター空間に再構成するような精緻な解析手法だったのです。読書機での文字のパターン認識を音の立体的なパターン認識へと昇華させた。そして驚くべきはそのカーツワイルの現在の姿です。現在カーツワイルは Google において AI 研究を推進する中核的な立場にあり、まさに世界を変えつつあるディープラーニング、深層学習の研究開発を推し進めています。2045年に AI が人間の知能を超えるというシンギュラリティを予見した巨人が、スティービー・ワンダーという一人の天才ミュージシャンと組んで作り上げた楽器、それが K250 だったのです。つまり人間の知覚を模倣し、
現実を分析してモデル化するというリバースエンジニアリングの手法は、結果的に後の AI が世界を学習していく考え方の原型であったということですね。結論としてそう言えるでしょう。これは単なる電子音楽機材の開発の歴史という枠組みを大きく超えた知能とパターンの探求という人類の進化のドキュメンタリーなのです。K250 から始まり、その後の VAST エンジン、そして現在のフォーテや K2700 に至るまで、カーツワイルの記載には常に技術は人間の表現力を拡張するためにあるという強い思いが貫かれていますね。はい。一見すると無機質で冷たく見えるデジタルの基盤やプログラムの奥底には、ミュージシャンの息遣いや人間の痕跡が確かに焼き付けられているんですね。効率だけを追い求めるのではなく、表現者の人生そのものであるデータを守り抜き、振る舞いを愛情を持って数学的に解き明かしていく。その態度は現代のテクノロジー開発においても重要な示唆を与えてくれます。読書機から始まった2人の天才の友情。彼らが架けたその橋は音楽の歴史を変え、そして今、人工知能という新たな形で私たちの未来へとつながっています。今度あなたが何気なく触るスマートフォンや AI デバイスの奥底にも、誰かの血の通った情熱と、音や文字の構造を解き明かそうとした途方もないリバースエンジニアリングの歴史が眠っているかもしれません。そう考えると、冷たいはずの機械の表面が少しだけ違って見えませんか？そうですね。カーツワイルの生み出した機材については、工学的な観点やアルゴリズムの進化の歴史から見ても、まだまだ深く語るべき要素は無数にあると思います。しかし本日は彼とスティービー・ワンダーが残したこの奇跡のような技術と音楽の記録を中心に読み解いてきました。この深い機材の物語に最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。それではまた次の記録のお会いしましょう。